Please use English subtitles. 有中文字幕。どうもこんにちは。ジェニュエンウォッチです。セイコーは今年の6月末にプロスペックスから同じ形のケースデザインで様々なカラーのモデルをリリースしました。今回紹介するのはその中の一つです。それでは見てみましょう。セイコーのプロスペックス SBDC101。今回のモデルも最高にかっこよさそうですね。さすがセイコージャパン。ダイヤルカラーはメタリックなグレー。そのメタリックのグレーカラーの上にシルバーのセイコーのロゴ、プロスペックスのエンブレム等もすべてシルバーです。シルバーの秒針、シルバーの自身分身、シンプルな配色がクール、光の当たり方でキラキラと輝いています。シルバーカラーのインデックスに夜光塗料がたくさん詰まっていますね。夜光塗料はこのように光ります。全部の夜光塗料がクリアに見えます。大きくて分かりやすいです。ベゼルの12時位置の夜光塗料、ガラスでプロテクションされています。この部分にガラスがないモデルは夜光塗料がポロッと取れてしまうことがよくあるので、このガラスのプロテクションはおすすめですよ。ベゼル上には白色でプリントされた数字がついています。ちなみに逆回転防止ベゼルです。ベゼルを回してみましょう。カリカリと良い音がしていますね。この個体はちょうど良い硬さの回し心地です。この硬さは同じモデルでも個体差があります。私は軽いものよりも重たい回し心地のものが好きです。次はケースを見ていきましょう。ケースはヘアラインの部分が多いですね。そしてダイヤシールドでコーティングされているので傷はつきにくく、そして目立ちにくいですね。このクラウンはスクリューロックタイプのものです。マークも何もついておらずシンプルです。ケースバッグはこのようにエッジの部分がきれいに面取りされています。ユーザーへの配慮を感じるシェイプですね。そしてケースバッグには中央に波のマークが刻印されています。クラスプはこのようにダブルロック式です。よーく見ると何かついていますね。実はこれダイバー用アジャスターになっていて、こんな感じに簡単に伸ばすことができるのです。私はこのタイプのアジャスターを使ったことがないので、もし実際に海で使ったことがある方は使用感をコメント欄から教えていただけると幸いです。クラウンを含まないケース幅は 40.5 ミリ、ラグからラグは 47.6 ミリ、腕回り170ミリだとこのような雰囲気です。
厚みは 13.2mm、 重さは 180g。 少し重く感じます。しかしこのシンプルなカラーリングの時計はどんなシーンにも合わすことのできる万能な時計になることは明確にわかります。いかがでしたか？このメタリックなグレーのダイヤルは高級感のあるいい雰囲気を出しています。こんなかっこいい時計を色違いで展開してくるなんて、セイコーさんずるいです。全部コレクションにしたくなるじゃないですか。このチャンネルではこんな感じで最新の時計のレビューをしています。もし気に入ってもらえたのならチャンネル登録をして最新の動画をゲットしてください。それでは次の動画でまた会いましょう。